物事の習熟には練習が必要です。適切な練習方法を知れば、それに打ち込むことで物事の習熟は飛躍的に速くなります。今回はゆるかかと歩きを確実なものにするための練習方法についてお伝えします。ファーストステップの練習とセカンドステップの練習に分けてお伝えしていきますので、取り組んでみてください。それではまずファーストステップの練習方法についてです。ファーストステップは後ろ重心です。後ろ重心の感覚を取り戻すための一番極端でしかもシンプルなのは、前を上げてしまってかかとだけで歩くというものです。今私は前を上げてかかとだけでも歩けているのは分かるのではないでしょうか。気をつけていただきたいのは、完全にかかとだけで歩くことができるということです。よく誤解されてしまうというか、勝手に皆さんがルールを変えてしまうのは、指先を踏んではいけないに変えてしまって、指先だけ上げて実際のところこの指の腹の部分というのでしょうか、ここの裏側ですねの腹の部分はついてしまっている。こんな風に指先だけ上げて歩いてしまっているという場合があります。これは例えば見ていただいたら、指は空いていても重心は前に行っています。これが可能になってしまうのですね。ですから完全にかかとだけで、この時のコツは、足は膝から上げるように上げなければ練習にはなりません。例えばこんな風にペンギンみたいにちょこちょこ歩いても、これは練習になっていません。ちゃんと膝から曲げてあげる。これでバランスの取れる位置というのが重心ではまっすぐの位置になっています。ですから迷った時にはここまで戻るのはおすすめです。しかしこれの注意点は、前を上げてしまえば後ろに行くと思っていて、実際の歩き方に戻した時にも前を上げた感覚にすると、この足首のところに非常に力が入って歩いてしまう場合があるんですね。これでも逆の問題がまた出てきますので、あくまで練習、後ろ重心を取り戻す練習としてだけ使ってください。次です。次はこれもシンプルな練習ですが、足踏みでそのまま出るです。これは多分皆さんがゆるかかと歩きを習った時に一番最初に習う歩き方です。厳密に言うとこれでも本当は少し違うのですが、足を上げる感覚というのを取り戻すのにこれは有効な練習です。意外に足は上がっていないものです。鏡などを見ていただいて練習していただくと分かるのですが、意外にこれぐらいしか上がってないなということはよくあります。ですから足踏みまで戻ってしまうのも、これも取り戻しやすい練習方法です。そして次ですが、タオルを使う練習方法です。これは私の著書などにも出ているのですが、タオルを胸に当てます。胸に当てた状態でこのタオルを膝で押し出します。膝で押し出す、膝で押し出す、膝で押し出す、膝で押し出す。そうすると実際に物理的に物があるので狙いが定めやすい。実際に本当に膝が先に出ているのか足が先に出ているのかが分かりやすいという練習になります。ポイントはこれを離してしまってはいけません。これを離してしまうと当たらないからです。もう一つは、胸につけているのはいいけれども、こんな感じでこれだとタオルがあまり前に行っていません。タオルを押し出すことができていません。なぜかというと、重心が前になるとその分タオルが離れるからです。ですからしっかりとタオルを大きく払えているかどうか、このあたりはこの練習をしながら動画を撮ったりすると分かりやすいかもしれません。今はスマホがありますから横から撮りやすくなっています。ハンディの三脚などであれば500円ぐらいで売っていたりしますので、そこにはめて撮って録画ボタンを押してこのような形。ちなみに今私はこの撮影も日曜日に出てきて一人でやっています。はい。でさらにこう起き上がってしまう、突っ張ってしまう方の練習に、ボールか何かを掴んでそれに膝を当てにいっている練習、これも有効です。
実際にボールを持つ必要はないですが、何でもいいです。スイカでもいいですし、なんか嫌いな誰かの頭でもいいですし、そんな感じで膝を当てに行く。膝を当てに行く。これの何が有効かというと、掴んでる時点で反れないんですよね。で反れない。でこれがものすごく前のめりかというと、実際のところこの状態で手を横にしてみると、顔こそ降りてますが、このまま顔を上げると意外にまっすぐ。物を掴んでる。この状態で練習すると、いかに自分が反り癖があるかというのが分かります。これをやりながら動画を撮っていただくとより分かりやすくはあります。これに慣れてきたら、それで横に手を置いて歩く感じ。この練習のちょっとアリュー版っていうのが自転車ですね。今のは物を捕まえましたが、自転車のハンドルを掴んでて自転車を漕いでいる感じという練習も分かりやすくあります。自転車に乗る方がほとんどだと思いますが、自転車に乗ると体は動かさず足だけで前に進んでいきます。ですから自転車の練習をすると、自転車とリンクして歩き方が分かりやすくなっていきます。これらがファーストステップの基礎的な練習ですが、ファーストステップの応用的というか部分的な練習方法をもう少し言ってみます。どうしてもももを上げる感覚というのが身についていない方が、結構出てきます。今までが足を蹴って膝下で歩いていたので、ももを上げるというのが苦手な方、こういう方は実際に何かに手をついていただいて、で肘は曲げる。この状態でももだけ上げてくる。この時の注意点は、軸足は突っ張ったり体を揺すったりしない。この状態で当てる。この時なぜ肘を曲げているかというと、反れないようにするためです。肘を曲げてももを当てる。そしたらこの状態でももを上げると、下を蹴ってなくてここで上げているというのがよくわかるはずです。力を入れずに足を上げれる。この状態からちょっとずつ上げてきて、この感じかっていう感じで練習します。なかなかここが上げにくくなっているかもしれないなと思ったら、一度こうやってみてください。この状態で上がりにくければちょっと、陥っている可能性があります。次ですが、これは何度かお伝えしましたが、こちらの棒を使うトレーニングです。自分一人ではなかなかできませんが、もしもお家に棒を固定するようなところが何かあったら、タンスか本棚か何かあったら、このような状態で棒を立ててしまいます。このような状態ですね。この状態で足だけ前へ出す。この状態で足だけ上げて前へ出す。この状態で足だけ前へ。この状態で足だけ前へ。そうすると体が前に行かないように足を上げる練習になります。少なくとも上げるところまではいけれるはずです。この感じ、この感じ。ついついこうなってしまうので、これは客観的な練習としては優れています。そして力がどうしても入ってしまう方は、3段階で足を上げる練習が有効でしょう。1で足首を立ててきます。2でそこからももを持ち上げます。3で下ろします。足に力が入り始めると、この状態が作りにくくなります。この状態というのは、足首が立ってつま先立ちしている状態。この時に重心はすでに私の今の状態であれば右足の方のかかとに移っています。この状態からですから、ここでは支えていない感じ。しかしこのような状態ではまた蹴ってしまうので、足首を立てます。そして膝を見ていただきたいですが、足首を立てると膝が前へ出てきます。足首を立てれないと膝は出てきません。具体的には、立ち足の膝をもう一つの足の膝が追い抜く感じ。そしてここまで出てきたらそのまま出すのではなく、そこからももを上げる。123、123、123、123。
123123123123123このような練習の仕方が、足首や足の力をグッと押すのを抜くのに、役立ったりします。そしてこれも少し極端な練習ですが、どうしても膝を突っ張ってしまう癖がある方への練習です。これは単純。膝をちょっと極端めに曲げて歩きます。これもスマホでの撮影と同時にやると有効なのですが、膝を曲げる、そのまま歩くと膝を伸ばすから重心が前に行きます。膝を曲げた状態で歩くと重心は前に行きにくくなります。そしてこの状態は今ものすごく膝を曲げて歩いている気がするのですが、実際に撮影してみると大したことはありません。特にこれは膝を突っ張って歩く方にとっては、ちょっと膝を抜いて曲げただけでものすごく腰を落とした感じになってしまいます。その感じのせいでどうしてもなかなか膝を曲げて歩く、膝を突っ張らないで歩くというのができなくて、ついつい伸ばしてしまうのです。ですからそれを極端にちょっと分からせるために膝を抜く、その状態で伸ばさないようにして歩く。こういうふうにすると、意外に曲げてしまってもそんなに実際は曲がっているようには見えないのだな、また伸ばし始めているのだなというのに気づくことでしょう。このあたりがファーストステップの練習方法。それではセカンドステップの練習方法に移ります。セカンドステップは外重心ですが、正直なところファーストステップで7割を占めるし、ファーストステップができれば本来はある程度外に重心がいくので、これ専用の練習というのはそれほど多くはありません。そこでセカンドステップの練習でいうと、私がおすすめするのは片足立ち、その時に外の後ろに体重を乗せるという練習です。片足立ち、外の後ろに体重を乗せる、それでバランスを取る。そこで取れるバランスというのが本来必要なバランスだと思ってください。このような感じ、このような感じ。あまり極端に体を横にすると、逆に足は膝を内に入れないとバランスが取れなくなります。できるだけ体をぶらさないようにしてそのままスッと上げる感じでも、親指は踏みしめない。親指を踏みしめずスッと上げる、親指を踏みしめずスッと上げる。でバランスが悪ければ最初のうちは壁などを持って練習していただいても構いません。スッと上げる。私も足を大怪我してからバランスの取り方が悪いので左の方が不安定です。そしてセカンドの練習方法でもう一つは反転練習というのがあります。セカンドは外に流れて次の足が出てくるという練習なので、片足でこれを何度もやる形です。簡単に言えばこういう感じ、こういう感じ。本来は体を回さないものですが、この練習の時は流れをつけるとやりやすいので流れをつけてやるといいでしょう。その時に膝がちゃんと外に回ることです。ダメなのは膝は回らないのに体だけ回っているのはダメです。このような感じ、このような感じで、これができたらこのまま出しちゃう、このまま出しちゃう、このまま出しちゃう。できるようになったらこのまま回りながら上げて出しちゃう、このまま上げて上げながら出しちゃう、回りながら上げて出しちゃう。次もこんな感じ、こんな感じ。これはダメですね。こんな感じ、こんな感じ。最初のうちは横から見ると膝が出てこない。これは膝が出てきてませんね。この膝がこの膝を超えるところまで出てきたい、出てきたい、出てきたい。そうすると先ほどファーストステップの練習で言った足首を立てるというのが鍵になります。足首を伸ばして立てる。ここまで出てきたら前へ出す、前へ出す、前へ出す。慣れたら上げて前へ出す、上げて前へ出す、上げて前へ出す。その時に体は前にはいかない。回して出てこない、膝が出てこない、膝が出てこないのを膝が出てくるところまで、この膝をこの膝が追い越すところまで追い越したら前へ出す、前へ出す、追い越したら前へ出す、
次は追い越して上げて前へ出す。追い越して上げて前へ出す。それを次は交互にやりますよ。交互にやりますよ。この際にゆっくりやると足が前からついてしまう人は前からつく癖も分かると思うので、前からつかないで一瞬でいいからかかとからつくというのも気をつけてください。練習としては以上になります。これらの練習を駆使したり、あとは私の指導したゆるかかと歩きの先生方はそれぞれでオリジナルの練習方法も開発はされています。ぜひ頼ってうまく練習に取り入れてみてください。頑張ってください。